タン。今回は、2点投資で押さえておきたい2つのポイントの話をするよ。2点投資だから2つのポイントなんですね。関係ないのでは？関係ないです。ポイントの前に、2点投資について軽くおさらいしておこう。2点投資は横の2点投資と縦の2点投資が一般的だね。縦のも2点投資なんですね。あまり見ないけど、斜めの2点投資もあるよ。斜めかっこいいですね。斜めは別として、2点投資は1点投資と並んで基本的な構図と言えるだろうね。一番書きやすい気がします。消失点が画面の外にある構図だと極端な圧縮がないというのも楽な理由だね。極端な圧縮って前回で言ってたこれですね。そうだね。でも、2点投資でも消失点が画面に入ることはある。まずその話からしようか。では最初のポイント、消失点は画面に最大1つ。最大、つまり0か1かってことだね。もう少し正確に言うと、1つの箱の消失点は、画面に最大1つ、だ。2点投資の消失点って、必ず1つ以上、画面の外に出るってことですか？そうとも言えるね。箱の消失点が画面に2つ入ると、四角くならずに形が崩れてしまう。うわ、角が直角に見えませんね。一つの箱に、って言ってましたよね。角度の違う箱がある場合はそれぞれの消失点が、最大1つずつ画面に入る。この角度が違う箱の話はまた別の機会に話そう。次のポイントは、消失点同士の位置、距離の話。消失点同士は、画面の中心から等間隔の距離にある時が一番近いんだ。ふむふむ。箱に対して45度の角度で見た構図ですね。アングルを少し変えてみよう。片方の消失点が画面中心に近づくと、もう片方は近づいた以上に離れる。同じ距離動くんじゃないんですね。二つの消失点を同じ距離で動かすと、形が歪んでしまうんだ。角が鋭角になってるのがわかるかな？そして片方が中心に来るともう片方の消失点は無限に離れる。つまり一点投資になる。ほんとだ、一点投資だ。なるほど。横の線は正面に対して垂直だから、平行線になるんですね。そう、消失点同士が直角の位置関係になってるからだね。ふーむ。今日は消失点は画面に最大一つ、消失点同士は対象の位置が一番近い。という話をしたよ。消失点の位置に決まりがあったなんて知りませんでした。まあ、絶対守らないといけないルールというより、目安程度に捉えてもいいよ。でも消失点の位置に悩んだ時とか、こういうこと知ってると解決しますね。そうだね。そして、画面に一つ、消失点同士の距離関係は、3点投資でも同じなんだ。3点投資も。じゃあ、消失点の距離感覚がつかめると、3点投資も楽になるんでしょうか？その話も今度することにしよう。